インターン初日、会社にたどり着けませんでした。いや、遅刻とかじゃないんです。エレベーターがずっと私を拒否してきたんです。ことはね、駅が異様に長いことから始まりました。ノゼリちゃん、パンプス履き慣れてなくてですね、自宅の最寄り駅の間にもう靴ずれしてしまって、負傷済みだったんですね。で、そのインターン先の会社の最寄り駅がですね、異様に長くて、長すぎ、いつまで続くのみたいな。いや、お前下にしろよって感じなんですけど、めんどくさがってやらなかったんですね。で、会社のね、到着しなければいけない時刻の10分前には着いてたんですよ。着いてたんですけどね、冒頭で話した通り、エレベーターに拒否されまして、都会のエレベーターって指定の階にしか止まらないタイプあるじゃないですか。それだったんですね。でもノゼリちゃんそんなの初めてだったから、5階とかだったら5階って押すのに、この階には止まりませんってエレベーターに言われるんですね。で、連打してて、通勤ラッシュでたくさんビジネスマンが入ってくるんですよ。で、パニックになってるんですけど、ノゼリちゃんはね、周りのビジネスマンにさ、迷惑そうな顔で見られるわけだからさ、ノゼリちゃんは逃げるように出て行ってさ、また隣のエレベーターに入って、また拒否されてみたいなことを繰り返してたのね。で、もう時間になる、帝国になるってなって、もうほんまジャストぐらいに電話かけたんですよ。プルルルルルって電話をかけて、もしもし、本日お世話になるインターン生のウルシタなのですが、御社に向かいたいのにエレベーターが止まりません。どうしたらいいでしょうかって聞くんですね。聞いたら、平社員、もうちょい立場が下なのかなっていう人が出てくれたんですけど、その人もちょっと、ってなってて、数秒経った後、話が通じたみたいで、向かいのエレベーターに乗ればいいって言われて、ありがとうございましたってノゼリちゃんは電話を切ってね、それで上がったわけですよ。だからね、遅刻してないとか言いましたけど、結局遅刻だったんです。いや、遅刻やんけ。で、初日遅刻から始まりまして、人事のお姉さんとか、他のね、インターン生にジロジロ見られます。うわー、やっちまったなーと思って、席には自由に座る感じだったので、最前列の席が、そりゃ余っていて、最前列の席に座ります。なんだかんだ説明が始まって、ちょっと増して、自己紹介が始まったんですね。で、ただの自己紹介であればね、そのノゼリちゃんも何もやらかせなかったのに、人事のお姉さんが余計なこと言うんですね。自己紹介の後に自分を一言で表すとを付け足しましょうみたいな感じで言われたんですよ。って思って、ノゼリちゃんパニック。だってさ、ノゼリちゃんみたいなそんな人間を一言で表せるわけなくないって思っちゃって、どうしようみたいな。就活でありがちなのは冷静とか真面目とかそういうのだよね。でもノゼリちゃん一言で表せる言葉何もないなって思っちゃったんですよね。表せるとしたら人間とかだったんです。人間とかカオスな感じが不思議とかそういう感じかなと思って、カオスとか言ったらやばいやつなんですけど、でもこんなこと言ったら本当におかしいって思われちゃうとか思って言ってる間にノゼリちゃんの順番が来ちゃったんです。ノゼリちゃん言いました。冷静です。いや、変でもあります。って言っちゃいました。周りのインターン生クスクス笑ってます。人事のお姉さんドン引き。やらかしたって思いました。だから人事のお姉さんから見たノゼリちゃんは最低評価から始まったんですね。で、お昼の時間になって自分の席でぼっちで食べてたんだけどね、突如ね、同じインターン生の女の子に、あんたおもろいなみたいな感じで声かけられたんですよ。で、なんか仲良くなって、チーム分けが始まったんですね。ノゼリちゃんが所属してた班は、リーダーが一番プログラミングできて、リーダーシップみたいな男の人がいて、で、女の子は声かけてくれた女の子一人。で、男の子、文学少年みたいな子がいて、ノゼリちゃんだったんですね。4人一班だったので、その構成でやってたんですけど、で、インターンだから日誌みたいなのを書かなきゃいけない。学校で言ったらね、日直がやるような時間割書いたりとかそういうやつを書かなきゃいけなくて、で、それを毎日提出しなきゃいけなかったんです。で、ノゼリちゃん1日目終わってからお家で書いてたんだけど、夜中に出来上がっちゃったのね。夜の9時とか。その日、夜中に出すの迷惑かなって思っちゃったのね。だから、翌朝に提出しようって思ったの。で、1日目はね、対面だったけど、2日目から最終日の1日前まではオンラインだったから、オンライン提出なんだけど、それ忘れてて、2日目になってね、朝礼でね、今日提出してない人が1名いますけど、その人は残ってください、みたいな感じで言われて、ノゼリちゃん、また残ったんですね。で、だから、人事のお姉さんからの評価は最低なわけ。ずっとね、理解されなかったの。理解できなかったんだろうね。で、
時はなんやかんやって最終日になりました。最後だから人事のお姉さんがね、総括みたいな感じでインターン生全員を褒めていくわけなんです。終わりの回みたいな時にありまして、野ゼリちゃんね、多分褒めるところがなかったんでしょうね。一番最後に回されまして、他の人はね、姿勢がいいとかね、ハキハキしててとか、周りを明るくさせる雰囲気があるみたいな褒められてたんですよね。野ゼリちゃんはね、褒めるところが多分なかったから、最後にされた挙句、言葉に詰まってたんだよね。そしたら、いきなり同じ班のリーダーが野ゼリちゃんをかばうように褒め出して、いや、ルシタテさんはすごいんです。仕事を回したら全部形になって帰ってくるみたいなことを5分ぐらい熱弁するんですね。人事のお姉さんからのその総評1分ぐらいのわけ、一人。1分ぐらいのところを同じ班のリーダーがいきなり5分ぐらい熱弁し始めて、お姉さんは圧倒されてるし、プログラミング講座とかでお世話になったその会社のお兄さんはね、ニコニコして見てるわけ。野ゼリちゃんは、そうでしょう、そうでしょうって思って、ニヤニヤしながらもう、ちょっとドヤ顔しながら聞いてたんですね。それでインターンは終わりました。いやー、ほんとね、見る人によって評価って変わるよね。ってことで、今後も変な体験談、テーマでお話しするので、気になった方はチャンネル登録、コメントなどお願いします。ってことで、一般メイドのうるさてのゼリでした。バイチャ。